畳をほどいていく作業をするんですけど、あかん、今日見えすぎるわ。多くの人の工夫の先により洗練されたものが誕生し続けるのが伝統じゃないかなと。OK。 はい、工場の方に帰ってきました。今から、表替えをするにあたって畳をほどいていく作業をするんですけど、6枚の畳を重ねて一度にほどいていきます。じゃあ行ってみましょう。これね、ちょっとね、この針がってあって、これを抜くのがね、まあまあ大変なんですけど、だからこそこう同じ道具を持ったら手放さないようにして一連の動作をしていくってことになりますね。皆さんはどう思われるかってところもあると思うんですけど、うちはこの針をね、あんまり使わないようにしてるんですよね。一時期このタッカー針っていうんですけど、この針をね使うのが業界で溢れ返っちゃって、でうちも実は使ってた時期が一時期あるんですけど、お客さんに今の畳はホッチキスで作るんかと言われたのをきっかけにやめました。それとこの特に縦に打つ針っていうのはやっぱりこう錆びたりしてもうきますし、頭が取れちゃったりもしますしね。で万が一畳がへたってきた時とかに怪我するきっかけにもなり得るんで、とはいえでもうちも側面でのタッカー針の使用は実はやってまして、この後出てくる作業で使います。ただ使うのはもうそこだけにしてます。こう横向きだけですね。縦向きは危ないってことで。で縦向きにタッカーが使われてた場合はね、必ず全部除去します。ちなみにこのタッカー針じゃなかった頃は糸でね、やっぱり伝統的なやり方で隅を縫い留めるという作業が本流でしたね。ただ時間がかかっちゃうので効率化を図るためにこういう道具が畳屋さんにどんどん導入されたと。もう全国一律、今でもほとんどの畳屋さん、いやそうだ、手縫いしてない畳屋さんはこの針使ってはりますね。あったったということでほどき完了。次に幅の寸法の確認をしていきます。おいおい、はい、丸か。丸ですね。お、結構綺麗に幅丸で統一されてます。畳をこっちの長さを大きくする作業をしていきます。このタッカーの針を横から打つのはよしと一応今の段階ではしてるんですけど、いずれは違う技術を使って本当はゼロタッカーで畳を作っていきたいんですけど、今んとこまだこの横からタッカー打つ代用案ないんですよね。さあここからはデコボコを直す。めちゃくちゃデコボコ直ししてる動画が別にあるんで、ここ見てください。これガムテープとかなんかちょっとダサいんですけど、じゃあ本来的にデコボコ直しって技術が畳屋さんの業界で伝統として江戸時代から伝わってるかというと、あり得るとしたら糸で縫い締めてこのデコボコを直すってことになるんですけど、そこまでしてたらもう時間がいくらあっても足りないんで、スピード、効率と成果、課題解決、デコボコを直すっていうところでいくと、このわざわざ半分に裂くガムテープっていうのが割といいんですよね。藁独特の作業かもしれないですね。もちろん最初は限りなく真っ平らに近くなるように藁を何層にも重ねて作っていただいてるんですけど、やっぱりそこで暮らす人の体重とか足が行きやすい場所とかへたるんですけどね。逆に言ったら
こういう凸凹が起きるけど直すことができるのがこの藁を使った畳の良さ。やっぱり建材床ではこうはいかんですよね。ちょっとねここやっぱこうかなりなってるんで、ここまでずらりとへたりがあるっていうことは、もしかしたら床板の反りから来る畳も反っちゃったと床に合わせてかもしれないですけど、それも含めてここで補修すれば敷いた時にまっすぐになる、違和感がなくなる。あかん、今日見えすぎるわ。ちょっと今日は見えすぎてて直しすぎの可能性があるんですけど、ここまでしてある畳が帰ってくることないんで、まず他の畳屋さんはここまでしようとしてないですよね。してない。完璧やな。素晴らしい。目指すはやっぱり違和感のない日々をご提供するってことやから完璧ですわ。自分で言う。はい。それではいよいよ今回使わせていただく畳表の発表です。これ10枚分、10畳分です。生産者は村上智之くん。おそらく私より少しお若いはずです。そんな話をしたことがあったような。熊本県八代市でいぐさ農家さんをされていて、ご家族が多いようで、生産枚数はね、かなり多い方のいぐさ農家さんです。いぐさを育てて畳表に織り上げるところまで家族経営にされてる。で、またその上級品をたくさん作ってくれてるんですよね。中級品でも十分実用的ではあるんですけど、智之くんのは上級品の風格、いいものの味わいっていうのがちゃんと備わってる。そんな品です。ちょっとじゃあアップで見てもらいましょうか。オープン。はい。いい香りでございます。これだから畳屋さんをなんとか続けれる。この自然素材の味わいがなかったらね、僕はね結構無理ですね。生産者は村上智則、いや智之くん、熊本県八代市産。この白い方がいぐさの根っこ、青い方がいぐさの先っぽ。草なんで根っこの方が白くて先っぽの方が上行くほど青い。ネギそうじゃないですか。お鍋に入れるような太いネギの根っこの方の白いやつ、あれ大好きな人もいらっしゃいますけれども、根っこはああいうね、何とも言えないタフなブリブリした強さを秘めてるんですよね。でもネギすらも先っぽの方いたらへにゃーんとなってます。つまり白い根っこほど丈夫、青い先っぽほど繊細。これを一本ずつ交互に織り上げることによって全体の強度と色味のバランス、これが取れている畳表が優れているってことだと私は思うんですよね。村上くんの畳表なんですけど、割と粘り気強めです。先っぽもいいですね。触った感じの粘り感、ここから丈夫さが伺えますし、繊細な織り上がりから手触りの良さ備わってます。中の上級品というコスト感の中で、ランクの中で十分な品質が備わってる。しかもそれを大量に作れる農家さんっていうのは村上くんとこだけじゃないかな。他にもあったらぜひお知り合いになりたいですね。そうそう、香りなんですけど品種によっても違うと感じてますね。今回のこの村上くんの早朝の冷気をまとったような、よっしゃこれから一日頑張るぞと吸い込んだ深呼吸、そんなすがすがしさですね。これなんか甘さみたいなのも最後にね追いかけてきますね。ぜひ畳替えをされた際には皆さんお宅に収められた畳がどんな香りがするか、インスタグラムに投稿するもよし、 YouTube に投稿するもよし、私たちと一緒に畳のある暮らしを楽しんでまいりましょう。ここで一旦畳表のお話は終えるんですけども、最後にはこの村上くんの畳表を使って作る畳表替え工事の価格を発表させていただきます。どうか最後までお楽しみにしてやってください。今ね、畳表貼っていこうっていう話なんですけど、いやこれ肌触り最高やし香りもいいし、基本この手触りとか香りがあるからこそ
なんとか畳屋さん続けれるなみたいなことですわ。畳屋達三のこの畳動画見てもらってると、畳屋さんから見たらあんたそんなことしてんのみたいな、そんなん伝統的ちゃうわみたいなからそこまで手かけて何してんの時間かけすぎちゃうみたいないろんなクエスチョンあると思うんですよね。そんなやり方しちゃダメだよみたいなのも多分きっとあるかもしれないんですけど、そういうのって誰が決めんのってなんか見たことないギターの演奏とか生み出しちゃダメなのって、伝統的なもんではあるけどより良くしようと思ったら変化をし続けるはずで、それをきっと江戸時代の人もし続けてきたし、その延長線上に今があるっていうのが伝統なんじゃないの。多くの人の工夫の先により洗練されたものが誕生し続けるのが伝統じゃないかなと。まあいろいろ喋ってますけれど、何が目的なんていう意味で言ったら、やっぱ違和感のない生活、違和感のない日々をその部屋に敷いた畳の役割としてはお届けしたい。部屋に敷いてある畳がその日々の平穏というかに役に立つためにはあれこれ考える必要のない仕上がりをしなきゃダメで、それためにいろいろ考えているって感じですね。まだまだ考えるべきことはいっぱいあるんですけど、凸凹がないとか隙間がないとか違和感が一つでも生じないような畳作りを心がけたいと思っております。なんでだ